春、新しい生活が始まる季節。私たちの多くが最初の先生に出会う場所が保育園。保護者が働く間に子どもを預かる育児のパートナーのような存在の保育士のお仕事は実際どのようになっているのでしょうか。今回はそんな保育士の一日に密着します。ここは西神田保育園。千代田区の複合施設西神田コスモス館の中にあり、0歳から5歳児の計6クラスを36名の先生で支えている保育園です。早番の先生が出勤してきました。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。早番の先生の最初の仕事は掃除で開いた各クラスの戸締まり。これから順次登園するにあたって子どもが侵入しないようにとか危ないことがないようにってことで各部屋の戸締まりをしたり準備に入ります。扇風機や空気清浄機のスイッチも入れていきます。順次職員が来てやることだったりもするんですが、今日は私がちょっと朝の支度をやっているところです。そうですね、主に受け入れの部屋の支度をしています。朝、各クラスでの準備がスムーズに進むように、準備のための準備を進めていきます。西神田保育園は、住宅が入る複合施設の一部のため、園庭に落とし物が落ちていないかも点検していきます。早番の日誌の確認をしています。早番はですね、1歳児から5歳児まで受け入れしますので、前日クラスからの申し送りがないかどうか確認して朝、お子さんをこちらのホールでお預かりします。特に昨日からの引き継ぎはないようです。着々と園児受け入れの準備を進めていきます。ホールで受け入れをするので、小さい子たちのお靴とかもろもろのセットがあります。はい、朝の支度が終わりましたので、7時半のお子さんの登園の受け入れを、この後始めたいと思います。1人目の園児が登園してきました。おはようございます。おはよう。各クラスで保育の受け入れが始まるのは8時から。それまでは1階ホールで園児を受け入れていきます。受け入れ時、保護者にはその場で子どもの様子を伺います。連絡帳のやり取りだけではなく、保護者と直接会話することで、より子どものコンディションがわかるといいます。今来たお子さんが1歳児のお子さんなので、年齢に沿った好きな遊びを朝気持ちよくおはようってお部屋に入れるように、準備しているところです。なんでって聞くと思ったの？パソコンに分かりました。他の先生も徐々に出勤してきます。皆さん必ず日誌に目を通していますね。遅番早番など先生たちは時間差で出勤するため、日誌は大事な連絡手段になっています。そして各クラスの先生たちは受け入れの準備を進めていきます。
ここからは1歳児を受け入れているひよこ組を見ていきましょう。これは子どもの出席状況が分かるようになっているので、もしお休みの連絡が入っていたらそれで確認しています。わかりました。8時からは各クラスで園児の受け入れを行います。ここでも体調に変わりがないか、怪我をしていないかなど、保護者の方とコミュニケーションをとり、連絡帳も確認します。お風呂入れてあげたんですね。教室での受け入れが始まる頃、事務室では電話対応に追われています。朝の電話はお子さんのお休みのお電話だとか、お電話が来たら記録に書いて、でそのクラスのお子さんの担任にまた内線で電話します。今日はちょっと電話が多いです。9時頃になると登園もピークに。受け入れる園児の数が増えるため、先生も人数を増やして対応します。ひよこ組では最大6名の先生が園児たちを支えています。朝、昼、夕方に水分補給のため園児は麦茶を飲みます。一人一人が飲んだかどうかをクラスの先生で確認、共有します。ひよこ組に一人先生が出勤してきました。早速早番の先生とコミュニケーションをとり、情報共有をしていきます。さらに連絡帳にも目を通し、クラスの園児たちの状況を把握します。基本早番の先生が保護者の方と直接コミュニケーションを取っていろいろ連絡は受けて聞いてはいるんですけど、何かちょっとノートにしか書いてないちょっと体調の変化だったりとか、お迎えの時間の変化とかそういったこともあったりとかもするので、あとは昨日の夜とか例えば変わった様子があったりしたらそれを書いてくれてたりすることもあるので、一応それを全部把握してから保育に入るようにしています。園児受け入れが落ち着いた頃、また新たな準備が始まりました。この後活動で散歩に出かけるので、散歩に行くのに準備をしています。なんかぶつけたりとかしてしまった時にすぐ冷やせるように保冷剤を入れておいたりとか、あとは水分補給をするのでお茶を入れたりとかしています。さらにもう一つ、お散歩のための大事な準備が。散歩届なんで、一応散歩にどこに散歩に行くとか、何を目的に散歩に行くとか、あとはその人数とか一応人数を、常に把握してはいるんですけど、園を出た時とか公園に着いた時、公園を出発する時、園に帰ってきた時のその時間と人数をきちんと把握しているっていうその証拠になるというか、誰が行って何時に行って何時に帰ってきて、何番の携帯に持って行ってっていうのがパッと分かるようになっているので。お散歩リュックには飲み物、遊び道具、ティッシュやおむつなどが入っています。お散歩に行っている間、園内で遊ぶ園児もいるため、廊下で遊べる遊具を準備していきます。なんかちゃんとはまってないとないので、チェックしたりとかですかね。あとここの滑るときに段差があるので、ちゃんとここもはまってないかとかですかね。園児たちが怪我をせず楽しく遊べるように、安全に配慮した準備が進められます。おや、
なんだか楽しそうな歌が聞こえてきましたよ。上着も着た人。たちも着たいね。園児が帽子をかぶっているか、上着を着ているかはとっても重要。形式ばらずに歌で一緒に確認することで、園児たちも楽しくお散歩に向かうことができます。お散歩は園児2人につき先生1人。しっかり手をつないで歩きます。この日はみんな大好き、大きな滑り台がある公園へ。保育園内とは違い、外では少しの油断が事故や怪我につながることも。先生たちは役割分担をして園児たちを見守ります。外には園児たちへの誘惑がいっぱい。一人一人から目を離さないように細心の注意を払います。一方その頃、保育園では園内に残った園児たちが廊下に設置された遊具で遊んでいます。そうですね。一応マットは引いてるんですけど、転倒に気をつけたり、はい、しています。ぶつからないように、それから順番守るように、まずは怪我をしないように、それで足腰を鍛えられるように、体の芯がちゃんとなるように、自分も一緒にやるように。次の遊具が出てきました。ちょっと子供の様子を見たり、飽きてきたなとか思ったりしたら、また違うのを変えたりして。園児の様子に気を配りながら、給食の時間まで一緒に遊びます。園児たちが遊んでいる間に、給食の準備が進みます。おや、園長先生が一足早く食べています。今日のお昼の給食の検食をしていました。味とかそれから食感とかそういうのをちょっと見て、で食べやすいかとかそのあたりも私たちが必ず確認をするようにしています。ひよこ組でも給食の準備が進みます。1歳の子の給食が上がってくるのでひよこ組がある2階には1階の調理室からエレベーターで給食が運ばれます。クラスに運んだら、まずはじめにアレルギーがある園児の給食が他と混ざらないように少し離れた場所に置きます。入れ違いがないように担当の職員がチェックをしてから提供しています。続けて園児たちが食べやすいように配膳していきます。すぐ隣ではお昼寝の準備。先回りで支度が進みます。お散歩に行く先生、園内で遊ぶ先生、給食を準備する先生、お昼寝の準備をする先生、それぞれ手分けして円滑に園内が回るように動きます。お散歩グループが帰ってきました。お散歩から帰ったらまずお茶を飲みます。そしてクラスに戻って手を洗います。一人一人食べる速さが違うため、準備ができた園児から食べ始めます。楽しく食事ができる雰囲気を心がけては
で食べづらかったりする食材がある時にはちょっと小さく切ってあげたりとか、あとは自分で頑張っているところをちょっとフォローするっていうのを特に気をつけていますというところですね。なんか子供によってそのご飯の時にスプーンの乗せる量とかが結構多かったりとか、あとなんか食べ続けちゃう子とかいるので、つまらないように結構もぐもぐするんだよとか、そういう声かけとかをこういろんな子にやらなきゃいけないのがすごく難しかったです。食べ終わってお手洗いを済ませた園児からお昼寝に入っていきます。時間が経ってもなかなか寝られない園児も。無理にこうもうトントンしてこういう感じで寝かせるんじゃなくて、ちょっと隅っこの方に移動して、あ、寝ないかなって思うようなちょっと雰囲気にしていったりとか、何々君もごろんできるといいねみたいな感じで、ちょっと前向きな言葉だけでちょっとずつ寝ようという気持ちにしていくというか、そういったあたりですかね。ちょっと難しいです。先生たちの雰囲気作りのおかげでみんなお昼寝に入ることができました。先生たちも休憩です。食事後、はい。子どもたちが今お昼寝しているので、その場には大人が必ずついているので、それ以外の人たちでどんどんこの休憩というか食事の時間を回していて、なので今食べ終わってちょっと休憩した人たちが部屋に戻ってまたそれで交代をしてっていう感じで休憩を取るようにしています。作っている方が多いですかね。ですかねとか早番とか朝余裕なかったりとかするときは結構コンビニで買ってくるみたいな時も多いですよ。結構保育士体力勝負なところがあるので、食べて元気になってまた午後もっていう感じです。一方クラスでは就寝中の園児を見守る先生と連絡帳を書く先生に分かれて仕事をしています。どこに行きましたとか、こういったことを楽しそうでしたとか、ご飯がどんなものをどれくらい食べたですとか書いたりしてます。さらに事務室では何かのカタログを見ている先生たちが。進級にあたって一人一つずつプレゼントを園からお渡しするんですが、それをちょっと予算内でいいおもちゃがないか探しているところです。一クラスはみんな同じものなので、その成長やそれぞれの発達にちょうどいい塩梅のものを探すのにちょっと頭を悩ませています。隣の机では別の作業をしている先生も。園だよりの、特集が毎月あるんですけど、それが来年度変わるので、その内容を新しく変えたものの入力をこれからするって形で、はい、時間が空いている時にはそういう形で作業したりっていうことはあります。はい。おやつの時間やお迎えの時間に向けて準備が始まります。14時を過ぎた頃から園児たちが徐々に起きてきます。まだ寝ている園児もいるので起こさないように静かに遊んでいます。15時、おやつの時間です。給食と同じ形で1階の調理室から2階に届けられます。今日はじゃがいもの磯辺焼きです。おやつ。結構子供も好きなメニューだと。お昼と同じくアレルギーのある園児のおやつは最初に取り分けます。入れ違いのないように担当の職員が提供することになってます。おやつの前もしっかり手を洗います。いただきます。
牛乳とかお茶をジャーってやられちゃう時があるので、お茶飲んでるタイミングとかは結構気をつけて見ています。おやつの隣では拭き掃除。場所と役割を分けて仕事を進めています。一方、事務室では今は子どもたちの、月の記録を書いています。生活面であったりだとか、食事の面であったりだとか、遊びの面であったりだとか、その特徴的なことを記録をして残している感じですね。はい。で今子どもたちの日々の活動をデジカメで写真を撮っているんですが、こちらをちょっと編集して保護者の方に見ていただけるような掲示物を今作っているところです。こういったことも保護者の安心につながる大事なお仕事です。おやつが終わったきよこ組では卒園式の準備が行われていました。1歳児クラスも含め園全体で準備を進めています。16時半を過ぎると徐々にお迎えが始まります。なんかやっぱり長い時間預けてお仕事している間になんか自分のお子さんがなんかどういうことをして過ごしてたのかなっていうのがノートに書いてお伝えしてはいるんですけど、そのノートだけだとちょっと分かりづらいところもあるかなと思うので、一応エピソードというか今日こういうことがあったんだよとか、こういったとこ行ってこういうふうに遊んでたよみたいなのをちょっとなるべく一言添えるようにして、で受け渡しをしています。連絡帳だけではなく保護者と直接お話をすることで子どもの様子を伝わりやすくしているんですね。自分が保護者対応をしている時にこっちで他の子がちょっとトラブルになっちゃったりとかっていうこともなりかねないので、一応もう保護者に全部こうやって向けるんじゃなくて、ちょっとなんとなくこうやって視野を広く持ちながら対応するっていうところは特に心がけています。着々とお迎えが来る中、明日に備えて今日使ったおもちゃを洗って干しています。ひよこ組、本日最後のお迎えです。最後の最後まで丁寧な対応は忘れません。最後の園児を引き渡した後、日誌の整理と戸締まりをして保育士の一日は終了です。大変なことも笑顔になれる瞬間もたくさんある保育士。同じ日が来ることはありません。おのおのの先生が臨機応変に対応し、綿密にコミュニケーションを取りながら役割をこなし、一つのチームとして動くことで保育園の日常を支えていきます。